仰向けになりましょう。床との接触を感じてください。右膝を立てましょう。右膝だけです。左は伸ばしたままにしてください。右のかかとを単純に床から浮かしてみましょう。で、下ろしてください。その時に注意を払います。膝はどちらの方向に動くでしょう。骨盤はどんな動きをしますか。休みましょう。また右足立てて、今度は、右のかかとの内側を、持ち上げてみましょう。内側に続いて外側も持ち上がっていいんですけども、まず最初に内側が上がるように。その時にまた注意を払います。膝はどちらの方向へ動くでしょう。骨盤はどちらの方向へ動くでしょう。休みましょう。また足を立てて、右足立てて、今度は、右のかかとの外側を最初に持ち上げてください。で、下ろします。また同じように注意を払います。膝や骨盤はどちらの方向に動くでしょう。感じ取ってください。休みましょう。また右足立てて、今度は、膝が左右に動かないように右のかかとを持ち上げましょう。ですから右のかかとを持ち上げたときに膝が単純に天井の方向へ持ち上がります。骨盤はどんな動きをするでしょう。先ほどと違いますか。休みましょう。今度は反対側の足で同じことをしていきます。左足を立てましょう。単に左のかかとを床から持ち上げてください。膝は、骨盤はどちらの方向に動きますか。感じ取りましょう。それはあなたの思っていることと同じ方向ですか。それとも実際に違う方向に動いていますか。休みましょう。また左足を立てて、今度左のかかとの内側を最初に持ち上げて下ろします。同じように注意を払います。かかとや骨盤はどちらの方向に動きますか。休みましょう。
今度は同じように左足を立てて、左のかかとの外側を持ち上げてください。外側から先に持ち上がります。膝はどちらの方向へ動きますか？骨盤はどうでしょう？膝の動きは直線的ですか？それとも何か揺れがあります？休みましょう。今度は同じようにかかとを持ち上げますけども、膝が左右に動かないように、まっすぐ天井の方向に向かうように、左のかかとを持ち上げてください。骨盤は何をします？休みましょう。両膝を立てましょう。両足を立ててください。右と左のかかとを交互に、持ち上げてください。両方とも同じようにまっすぐ天井に向かいますか？それとも左右に違いはありますか？骨盤の動きはどうでしょう？休みましょう。両足を立てて、これが最後の動きです。両方のかかとを同時に持ち上げて下ろします。どちらの足が先に床から離れますか？どちらのかかとが先に床に戻りますか？両方の膝は同じように天井に向かっていますか？休みましょう。お疲れ様でした。以上でレッスンは終わりです。ではうつ伏せになりましょう。顔は好きな方に向けてください。まず右のつま先を立てましょう。左の方は、足首伸ばしたままにしてください。単純に、右のかかとを頭の方に近づけます。右のかかとを頭の方に近づける方法は、いろいろあるんですけども、例えば右のつま先を押して、その力でかかとを頭の方に近づけてみましょう。お尻の力を使うこともできますけどね。ゆっくりとやってください。休みましょう。もう顔の向きはもう好きで、好みでどんどん、いつでも変えてください。動きの途中でも結構です。今度は右かかとの内側の方を、親指側ですね、頭の方に近づけて離します。この時に骨盤はどんな回転をするでしょう？休みましょう。またつま先立てて、今度は
右のかかとの外側を頭に近づけます。またこの時の骨盤に起こる動きに注意を払います。背骨はどんな動きをしています？休みましょう。また右のつま先を立てて、単純に右のかかとを頭の方に近づけてください。最初とどんな違いが起きたか感じ取ってください。骨盤はどんな動きをしているでしょう。ちょっと早く動かしてみましょう。ポロン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 って感じですね。十分でしょう。休みましょう。顔の向きも、どんどん変えてくださいね。苦しくならないうちに。これで一旦、右かかとの動きが終わりましたので、仰向けで休みましょう。またうつ伏せに戻って、今度は左のつま先を立ててください。右の足首は伸ばしたままです。で、単純に、左のかかとを頭に近づけてください。また骨盤の動きや背骨の動きに、特に腰椎のあたりですね、注意を払いましょう。休みましょう。また左のつま先立てて、左のかかとの内側を頭に近づけてください。左のかかとの内側から最初に頭の方に近づいていくようにかかとを動かしてください。この時の骨盤の動きはどうでしょう。腰椎の動きはどうでしょう。注意を払ってください。休みましょう。首もまた、回転させて顔を反対に向けてみてくださいね。今度は、左のつま先を立てて、左かかとの外側を頭に近づけて離します。先ほどとどんな動きの違いが骨盤や腰椎、背骨に生じているでしょう。何か首のあたりに感じますか？
十分でしょう。休みましょう。もう一度、左のつま先を立てて、最初にしたように単純に左のかかとを頭に近づけて戻します。先ほどとは何か違いがあります？感覚の感じ方に何か違いがありますか？動きに違いがありますか？骨盤の状態はどうでしょう？どんな動きをします？腰椎は、背骨は、首のあたりはどうでしょう？休みましょう。今度は両足のつま先を立てましょう。で、両かかとを、単純に頭の方へ近づけて戻します。両足同時です。今度骨盤は先ほどのような回転はできにくいんで、何か違った動きをしていると思います。背骨も先ほどとは違った動きが出てきていると思います。それを感じ取ってください。ゆっくりやりましょう。十分でしょう。休みましょう。仰向けで休みましょう。以上でレッスンは終わりです。ゆっくりと休む様子と立ち上がる様子を観察してください。椅子に座ってください。単純に右のかかとを床から持ち上げ、それから下ろしてください。繰り返してください。膝はどの方向に動くでしょう？左のかかとでやってください。膝はどちらの方向に向かいますか？まっすぐ天井に向いているか、それとも左右に、傾いていくか。休みましょう。今度は右のかかとの内側を床から持ち上げて下ろします。膝はどちらの方向に向かうでしょう？股関節にはどんな動きが出ますか？今度は左をやりましょう。
休みましょう。今度は右のかかとの外側です。を床から持ち上げて戻します。膝はどちらの方向に動くでしょう。左側をやってください。膝はどちらに向かいます？注意を払います。休みましょう。今度は右のかかとの内外を交互に持ち上げて下ろします。膝はどちらの方向に向かうでしょう。左をやってみましょう。休みましょう。左右のかかとを交互に持ち上げます。ただし今度は膝がまっすぐ天井に向かうことを意識してやってください。これでレッスンは終わりです。床に立ちましょう。後ろ足のかかとが自然に持ち上がるまで前傾姿勢をとっていきます。そうすると足が一歩前に自然に出ます。これを、左右交互何度か繰り返しましょう。かかとはどのあたりが最初に持ち上がっていますか？以上で歩行とかかとのレッスンを終わります。